月なんですけれども、そう、私の推しミュージシャンが先月7月はヨーロッパツアー、そして8月はアメリカツアーが決まったんです。で、そのロサンゼルスツアーとサンディエゴツアー、これに参加することを私は決めました。今回は10日間アメリカに滞在してきました。まず成田からヒューストン駅、これに乗って、そこからセドナで、その後でロサンゼルス、サンディエゴという感じで移動しました。それではまずはヒューストン編、どうぞ。今回初めてジップエアーに乗ったんですけれども、想像していた以上に快適でした。とね、機体もすごくね、綺麗でした。一番びっくりしたのが、映画とか音楽のメディアがなかったんですよね。こういった感じでスマホを置く形になってます。12時間の長いフライトっていうことで、基本料金以外にバリューパックっていうものを追加しました。事前座席指定、受託手荷物、機内食がついたセット14,000円です。その他ね、コーヒー400円を注文してます。ジョージブッシュインターコンチネンタル空港に到着。入館審査もね、意外とすんなり進みました。今回ダウンタウンに移動するのにバスを利用しました。バスじゃなくてもね、タクシー、あとウーバーなんかのね、配車アプリを使うこともできますが、今回はバスで移動しました。ターミナル C に移動します。空港内ターミナルの移動はサブウェイを使うことができます。ターミナル C のバス停に到着しました。ここから102のバスに乗ってダウンタウンに向かいます。円安なのでね、バスは本当に助かりました。40分ぐらいでダウンタウンに着くんですけれども、値段も 1.25 ドル。実は3ドルしかお財布の中に入ってなくって、コインがなかったんですよね。ドライバーさんに聞いたら、いいよ、1ドルでいいよなんて言って、とても親切でした。ダウンタウン着きました。ビルだらけですね。今回泊まったホテルはハンプトンインヒューストンダウンタウンという、ヒルトン系のホテルに泊まりました。今回のアメリカの旅でヒルトンオナーズ会員になったんですけれども、結構ね、割引で泊まれたりとか、あとポイントが貯まると無料で泊まれたりとかっていう特典がつくので、会員になってみました。お水2本いただきました。野球は詳しくないんですけれども、ヒューストンアストロズのオービット君がお出迎えしてくれました。部屋からの眺めはこんな感じ。このダウンタウンに来てちょっとびっくりしたことが、路上を歩いてる人があんまりいないんですよね。ダウンタウンなのでもうちょっと人がいてもいいかなって思うんですけど、車はそれなりに通ってます。でも歩いてる人ってね、あんまりいないんですよね。ここはホテルから歩いて10分ぐらいのセントラルステーションなんですが、ここでね、ちょっとヒヤッとした思いをしたんです。まず改札がないんですよね。なのでフラッとホームに入ってフラッと電車に乗ることもできちゃうっていう、そういう感じなんですね。私が支払いに孫ついてた時に、不老者の人が後ろから来て、先にどうぞってやろうと思ったんですけど、その時にちょっと払うお金なんかないって言って怒られちゃいました。なので電車に乗る時はちょっと身を引き締めた方が良さそうです。チェックインの後はミュージアムディストリクトにやってきました。少しブラブラして程よくお腹も空いてきたので、お昼はここ。具材もカスタマイズできていろいろ乗せちゃいました。パイナップルとかオリーブとか、その他もろもろお野菜たっぷり。お腹が満たされた後はハーマンパークにやってきました。この公園は東京ドームのおよそ39個分。すごい広大ですよね。ヒューストン自然科学博物館があったり、動物園があったり、野外劇場なんかもある、すごく大人も子供も楽しめる公園です。
ヒューストン自然科学博物館にやってきました。プログラムもたくさんあって本当に楽しかったです。プラネタリウムも4種類。博物館を楽しんだ後は、同じハーマンパーク内にあるマガバンセンテニアルガーデンズに向かいます。ハーマンパーク内にあるこの庭園は2014年にこの公園の100周年を記念して作られたそうです。そもそもハーマンパークは石油業で財を成したジョージ・ヘンリー・ハーマンさん、この方がこの土地をヒューストン市に寄贈したそうなんです。1924年にヒューストン市が市民の公園として開園したのが始まりだそうです。そこからみんなの憩いの場になってるんですね。本当にゆったりできました。ダウンタウンでは結構気を張って心が休まらなかったんですけれども、このミュージアムディストリクトは心地いい感じがしました。何やらごそごそ動くものを発見。ヒューストンもかなり暑くなって最高気温38度だったり、ここもほっと一息できますね。ヒューストン1日目たっぷり歩いたので、そろそろホテルに戻ります。セントラルステーションに到着。駅の目の前のフードコートのようなこちらでまずは飲み物を購入、そして夜ご飯を調達しました。生き返る。フライトの疲れもあって結構ぐったり。夜はご飯にしました。韓国風チキン美味しかったです。翌日の朝です。ホテルの朝ごはん結構好きなんです。ここはね、アメリカンブレックファーストでいろんな種類の主食がありました。食後のコーヒーは部屋でいただくことにしました。
食後のコーヒーを楽しんだ後はチェックアウトを済ませました。2日目の今日は空港の方に戻ってそこで一泊することにしました。次のホテルに移動するまでダウンタウンの散策とダウンタウン付近のカフェでノマド気分を味わうことに決めました。一人旅だとその日の気分に合わせてスケジュールできるのがいいですよね。心に余白がある感じ。セントラルステーション付近にシェイクシャックもあります。ここは間違いない。美味しいですよね。今日もやっぱり人がいないんで、ここ逃げ場がないのでちょっと迂回したい。目的のカフェに行くまでにちょっと回り道をしました。11時前なのでお店もまだ開いてない感じでした。夜は賑わうのかな、どうなんでしょうね。このヒューストン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、そしてヒューストン、全米第4位の都市人口を誇る大都市なのにあまり人がいないんですけど、どこにいるんでしょうね。11時ぐらいになってやっと人がパラパラ。皆さんお昼ですね。はい、目的のカフェにやってきました。ここコーナーベーカリーカフェ、ここ大好きなんです。10年前にロサンゼルスに行った時にここによく行ってました。ヒューストンでも同じカフェがあって真っ先にここ行きたいって思いました。さてここでノマドタイム。結構ダウンタウンを歩いてると気を張りながら歩いてる自分がいて、ここのカフェは本当に気持ちが安らぎました。周りに人がいるってとてもありがたいことだなって思います。この日は作業をしていてお昼を食べ損ねてしまったんです。このカフェの閉店時間が3時だったんですよ。早いですよね。今回のアメリカの旅ではウーバーじゃなくってリフトを使ったんですけれども、そこのドライバーさんから聞いた話、ヒューストンは地下街が発達してるそうなんですね。地下にみんないるらしいんですよ。まあ暑いし地下の方が涼しいっていうことで、だから地上に人がいない、そういうことみたいです。今度ヒューストン来ることがあったらちょっと地下街探検したいと思います。ちなみにここもコーナーベーカリーカフェがある建物の地下です。レストランもあったり、お土産屋さんなんかもあります。同じビルの1階にはメトロの窓口がありました。ここでね、空港付近のホテルの行き方聞いたんですけれども、結局リフトを使っちゃいました。晩ご飯はこちら。この日泊まるホテルは同じヒルトン系列の
ハンプトンイン&スイーツ、ヒューストンブッシュインターコンチネンタルエアポート、こちらに泊まります。明日はいよいよセドナに向かいます。ヒューストンの Vlog はいかがだったでしょうか。第2弾のセドナ編もどうぞお楽しみください。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。翌日の朝ごはんはやっぱりアメリカンブレックファースト。